皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。本日は予告通り、ラジコン飛行機の飛ばし方第18回、プレーンフラップの機体で実際に着陸してみようをお送りします。使用する機体はこちら、メッサシュミット VF109 です。ラジコン飛行機としては、幅 1100mm、飛行重量 1.5kg、つまり、先週のスピットファイアと同じサイズ、重量です。フラップはプレーンで、出している量は80度くらいです。それでは早速、飛ばしてみましょう。風は正面から2ノットです。上空は普通に吹いていそうですが、滑走路付近はほぼ無風です。無風って難しいんですよね。ちょっと前に出ましょう。さて、前に説明した通り、プレーンフラップは姿勢が明確に変わります。特に、この機体は80度出してますので、理論上、頭下げのまま着地になります。行きまーす。ローリング。しっかりと助走しましょう。そしての前。ギアアップ。じゃあローパスします。1回ローパスをします。あかねちゃん、ちょっと、この飛行機難しくないですか？せやで、この飛行機は、うちのハンガーの中で、最も操縦が難しい飛行機やで。マジか。ギアダウン。ランディングフラップ。この時点で、明らかに頭下げで飛んでいるのが、わかると思います。視覚的にはすごい突っ込みなのに、速度は上がらないですよね。それは、プレーンフラップによって、翼の AOA が変化しているからで、突っ込んでいるように見えて、翼的にはピッチアングルマイナス3度程度なのです。ランディングフラップ。プレーンフラップは、とにかく、積極的に頭を下げた姿勢を作ります。明確に毎回頭下げて着地しているのがわかると思います。ランディングフラップ。ここの旋回で神経削れるというか、吐きそうになります。危ねえ。なんだこの飛行機、難しいってレベルじゃねえ。私が説明しよう。この飛行機、まず飛ぶ気が全然ないのだ。完全にパワーだけで飛んでいるタイプだぞ。だから、上昇は簡単だが、降下と失速が紙一重だぞ。さらに、ジップに、忠実に刃の字に開いた、ランディングギアが極めて厄介だ。華奢で長いピアノ線の先にタイヤがついていて、刃の字に広がっているから、たわんで死を招く跳ね方をするぞ。とにかく、最低速度で接地が必須だぞ。今失速したぞ。この姿勢、この速度で降下しないのが、プレーンフラップだぞ。つまり、今の状態で、翼としては、かなり頭上げで、失速寸前なのだ。フラップの基本は、スプリットフラップは、積極的にスラストを上げる。プレーンフラップは、積極的に頭を下げる。です。そのように操作して、フラップ出していない時と、同じように飛ぶポイントを探ります。さて、ちょっと、コメントにあった、フラップなしで着陸というのを、試してみたいと思います。しかし、これは多分無理ですね。
まず旋回がうまくできません。大回りになっています。カメラ担当がビビって逃げてます。おー。早いよ。無理無理、降りてこないね。絶対無理。下ろします。それでは着陸します。ランディングフラップ。なおフラップの効果は大型の機体ほど分かりやすいです。フラップなしだただとダメってこと？少々失敗しても壊れないのが小型機です。あー、なるほ小型機でできるようになってから大型機のフラップを使うのがおすすめです。着地したらエレベーターをいっぱいに引いて機体を地面に押し付けます。大型機での撮影も予定していますが、あまりの暑さに組み立てる気力がないため秋までお待ちください。すごい触った瞬間にフラップしないと前に。それでは高評価とチャンネル登録をお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。はい、無事にありがとうございます帰還しました。